半導体株をお持ちの方、昨日の動きに注意が必要です。インテルが 6% を超える大幅な下落となりました。皆さんこんにちは、 US テックナビです。5月13日の米国市場の最新動向をお伝えします。この3つだけ押さえれば今日の相場は OK です。インテル急落と半導体セクターの動向、決算で明暗が分かれた個別銘柄、そしてあなたの資産に影響する FRB 人事です。それではまず半導体セクターです。インテルは 6.8% の大幅安となり、取引量も市場で2番目に多くなりました。明確な悪材料は見られませんでしたが、利益確定の売りに押された形です。同じく半導体関連のカムテックも 15% を超える大幅な下落となりました。高決算を発表したにもかかわらず、セクター全体への売り圧力に抗うことはできませんでした。次に主要指数です。ダウは小幅安、 S&P500 はほぼ横ばいでした。一方、ハイテク株中心のナスダックは 0.7% の下落となりました。朝方発表された4月の CPI 消費者物価指数が市場予想を上回り、インフレ再燃への警戒感が広がりました。これにより FRB の利下げ期待が後退し、相場の上値を抑える要因となりました。セクター別に見ると、ヘルスケアが約 2% 上昇し、最も強い動きを見せました。一方、テクノロジーセクターは 1.5% 以上下落し、最も難聴でした。ディフェンシブ銘柄が先行される展開です。続いて決算で大きく動いた銘柄です。ヘルスケア関連のパックスグループは 28% を超える急騰となりました。第1四半期決算が好調で、売上高、利益ともに市場予想を上回りました。特に EPS、1株当たり利益は市場予想を約 19% を上回る力強い内容でした。対照的にアンダーアーマーは 17% の急落となりました。こちらも決算発表が背景にあり、今後の見通しに対する懸念から売りが加速した模様です。マクロ経済のニュースを見ていきましょう。米上院は次期 FRB 理事にケビン・オウシュ氏を承認しました。今後パウエル議長の後任をめぐる手続きが進むことになります。オウシュ氏の金融政策に対するスタンスが今後の市場の注目点となるでしょう。インデックス投資をしている方にとって次期議長候補の動向は将来の金利の方向性を占う上で重要な要素となります。最後に取引が活発だった銘柄です。本日最も取引量が多かったのは水素エネルギーのプラグパワーでした。株価は 1% 以上の上昇です。決算で赤字幅が縮小し、収益性の改善が進んでいるとの見方から投資家の買いが集まりました。それでは AI による明日の注目銘柄です。 AI の膨大なデータ分析によると、明日の注目はクアンタムコンピューティングです。本日 15% を超える急騰を見せました。決算で売上高が驚異的な伸びを示したことが背景です。本日のレポートは以上です。この動画は特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。 US テックナビでは毎朝米国市場の最新動向を4分でお届けしています。見逃したくない方はチャンネル登録と通知オンをお願いします。それではまた明日。